序章。あなたの無意識が発する無言の SOS。朝、目を覚ました時、あなたの手はどこにありますか？もし枕の下に挟まっていて、じんじんと痺れているなら、もし首から肩にかけて、説明のつかない重だるさを感じているなら、この30分間は、あなたの人生を静かに、しかし確実に変える可能性があります。なぜなら、枕の下に手を入れて寝るという、あまりにも些細に見えるこの習慣は、実はあなたの心と体が発している、極めて重要な SOS サインだからです。日本睡眠学会の大規模調査によれば、成人の約 38% が週に数回以上、枕の下に手を入れて寝ると回答しています。つまり、3人に1人以上がこの習慣を持っているのです。さらに興味深いのは、この割合が年齢とともに増加することです。20代では 28%、30代では 35%、40代では 42%、50代以降では 48%、年を重ねるほど、私たちは無意識に手で自分を守ろうとするのです。しかし、この行動の背後には、あなたが想像もしていない深刻な真実が隠されています。今日、私たちはその謎を解き明かしていきます。フロイトの精神分析から最新の睡眠医学まで、あらゆる知見を総動員して、あなたの寝相に隠された本当の意味を暴き出します。準備はよろしいでしょうか？それでは、あなたの無意識の世界への扉を開きましょう。第1章、脳が警戒を解除できない理由。なぜ私たちは眠っているはずなのに、手を特定の位置に置き続けるのでしょうか？その答えを理解するには、人間の脳が持つ二重構造を知る必要があります。私たちの脳は、大きく分けて2つのシステムで動いています。一つは新しい脳である大脳新皮質、論理的思考、計画立案、言語処理を担当します。もう一つは古い脳である大脳辺縁系と脳幹、感情、本能、そして生存に関わる自動的な反応を司ります。眠りに入るとき、最初にスイッチがオフになるのは新しい脳です。論理的思考が停止し、意識的なコントロールが失われます。しかし、古い脳は完全には眠りません。なぜなら、その役割は生存の監視だからです。進化の過程で、人間の祖先は常に捕食者や敵対者からの脅威にさらされていました。完全に無防備になる睡眠中は、最も危険な時間帯です。だからこそ、脳は眠っている間も、ある程度の警戒態勢を維持するようにプログラムされています。この警戒態勢の強さは、その人が日中に経験したストレスレベルに比例します。ストレスが高ければ高いほど、古い脳は今夜も危険かもしれないと判断し、警戒レベルを上げます。そして、この警戒状態が身体に現れる典型的な兆候の一つが、防御姿勢です。人間にとって最も脆弱で、最も守るべき部位はどこでしょうか？それは頭部、特に首から上です。脳と主要な血管が集中し、わずかな損傷でも致命的になりうる領域です。枕の下に手を入れる行動は、この脆弱な領域を追加で保護する無意識の試みなのです。手という盾を頭部の周辺に配置することで、脳は少しでも安全性が高まったと感じ、警戒レベルをわずかに下げることができます。イギリスの睡眠研究所の調査によると、この対峙姿勢、手を頭部近くに置いて体を丸める姿勢、劣る人の約 76% が日常生活で平均以上のストレスを感じていることが分かっています。第2章、首という情報のボトルネックと神経圧迫の恐怖。なぜ多くの人が無意識に首周辺に手を配置するのか。その答えは、首が持つ解剖学的生理学的な特殊性にあります。首はわずか直径 10cm ほどの空間に、人体で最も重要な構造が密集している場所です。脳への血液を送る頸動脈、脳からの信号を全身に伝える脊髄、呼吸と発声を担う器官と後頭、そして無数の神経束。東京大学医学部の自律神経研究チームが2020年に発表した論文では、首周辺への軽微な圧迫刺激が副交感神経の活動を優位に変化させることが示されました。適切な圧迫は副交感神経を活性化し、リラックスを促進しますが、不適切な圧迫は交感神経を刺激し、覚醒と警戒を引き起こします。しかし、ここに大きな問題があります。成人の頭の重さは約5から 6kg。ボーリング玉と同程度の重さが、一晩中あなたの手首や腕にかかり続けることになるのです。整形外科の分野では、手首の関節の角度と負担の関係がよく研究されています。手首を90度近く曲げた状態で長時間負荷をかけると、手根管と呼ばれるトンネルの中を通る神経や血管が圧迫されやすくなることが分かっています。これが手根管症候群の発症メカニズムです。正中神経という重要な神経が圧迫され、親指から薬指にかけてのしびれ、痛み、筋力低下を引き起こします。さらに恐ろしいのは、頭骨神経麻痺、通称ハネムーン麻痺です。
新婚夫婦が腕枕で一晩過ごした後に発症することからこの名前がついていますが、枕の下に手を入れて寝る習慣がある人にも起こりうる症状です。手の甲から前腕にかけての感覚が失われ、手首を反らすことができなくなる。重症の場合、回復に数ヶ月から数年を要することもあります。第3章、胎児姿勢への回帰と愛情飢餓の心理学。心理学的な観点から見ると、枕の下に手を入れて体を丸めて眠る姿勢は胎児姿勢への回帰を示しています。この姿勢をとる人にはある共通した心理的特徴が見られます。それは強い不安感と保護への欲求、そして深層心理に潜む愛情飢餓です。胎児姿勢はその名の通り、母親の体内にいる時の姿勢です。羊水に守られ、へその緒を通じて栄養を受け取り、外界の危険から完全に遮断された絶対的な安全地帯。私たちは無意識のうちにその究極の安心感を記憶しています。枕の下に手を入れるという行為は心理学でいう自己接触行動の一種です。不安を感じたとき、人は無意識に自分の髪を触ったり、腕を組んだりします。これらは、自分で自分に触れることでオキシトシンという愛情ホルモンを分泌させ、ストレスを緩和しようとする防衛反応です。特に、幼少期に十分な愛情を受けられなかった人や、現在の人間関係で満たされない思いを抱えている人は、この自己包容行動を無意識に求める傾向があります。あなたは今、誰かに甘えたい気持ちを我慢していませんか？強くならなければと自分に言い聞かせながら、心の奥では誰かに守ってほしいと願っていませんか？あなたのその手は、夢の中で必死に安心できる場所を探し、愛情という名のぬくもりを求めているのかもしれません。第4章、睡眠の質を破壊する悪循環メカニズム。安心感を求めて無意識に行っている枕の下に手を入れるという行為。しかし皮肉なことに、この行動が逆にあなたの睡眠の質を破壊し、さらなる不安とストレスを生み出す負のスパイラルを引き起こしている可能性があります。人間の睡眠は、約90分周期でノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返します。深い眠りであるノンレム睡眠では、成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や免疫機能の強化が行われます。一方、レム睡眠では脳の情報整理と記憶の定着が進みます。しかし、手を枕の下に入れる姿勢は、この自然なサイクルを妨害します。最も深刻な問題は寝返りの阻害です。スタンフォード大学睡眠研究所の調査によれば、健康な成人は一晩に平均20から30回の寝返りを打ちます。この寝返りには重要な生理学的意義があります。体圧を分散させて血流を維持する、体温調節を行う、そして睡眠の深さを調整するという3つの役割です。枕の下に手を入れていると、その手がアンカーとなって体の動きが固定されます。寝返りの頻度が減少し、同じ姿勢を長時間維持することになります。さらに、人間は入眠時に手足の血管を拡張させて熱を放出し、深部体温を下げます。この熱放出がスムーズに行われることで、脳は休息モードへと切り替わります。しかし、手を枕の下に入れて圧迫すると、血管が圧迫され、血流が悪化し、深部体温が十分に下がらない状態が続きます。その結果、何が起きるでしょうか。まず、圧迫された部位の血流が低下します。筋肉への酸素供給が不十分になり、疲労物質である乳酸が蓄積します。これが朝の説明のつかない疲労感の正体です。次に、入眠障害や中途覚醒が起こりやすくなります。寝返りを打つたびに腕が邪魔になり、無意識のうちに腕を抜こうとして微小覚醒が起こり、睡眠の連続性が分断されます。つまり、枕の下に手を入れる習慣は、以下のような悪循環を生み出すのです。睡眠の質が低下する。日中の疲労が蓄積する。さらにストレスが高まる。さらに強く防御姿勢をとる。この負のスパイラルを断ち切らない限り、あなたの睡眠は永遠に改善されません。第5章、性格診断。寝相が暴くあなたの裏の顔。心理学者たちは長年、睡眠姿勢と性格の関連性を研究してきました。なぜなら、睡眠中は意識的なコントロールが失われ、本当の自分が無防備に現れるからです。枕の下に手を入れて体を丸める姿勢をとる人々には、興味深い共通した傾向が見られます。ただし、これらは絶対的な診断ではなく、あくまで傾向として理解してください。外向的に見えて、実は内向的。この寝方をする人の多くが、日常生活では社交的明るいと周囲から評価されています。しかし、その社交的な振る舞いは時として演技であり、本質的には内向的で、一人の時間を必要とする傾向があります。過度に敏感で傷つきやすい。他人の言葉や態度に対して非常に敏感です。些細な批判を深刻に受け止め、長く引きずる傾向があります。この過敏性は、慢性的な警戒状態を生み出し、睡眠中も心の鎧を脱げない状態を作り出します。完璧主義と自己批判。自分に厳しく、失敗を許せない完璧主義的傾向を持つ人が多く見られます。その結果、常に緊張状態にあり、リラックスすることが困難になります。
信頼関係の構築に時間がかかる。新しい人間関係において慎重です。相手を深く観察し、信頼できると確信するまでは本当の自分を見せません。これは防衛的な態度の表れです。しかし、一度心を開けば深い絆を築く。逆説的ですが、信頼関係を築いた相手に対しては非常に献身的で誠実です。表面的な付き合いよりも少数の深い関係を好みます。もしあなたがこれらの特徴に当てはまるなら、あなたの寝相は単なる癖ではありません。それはあなたの心がもっと安心したい、もっと守られたいと叫んでいる証拠なのです。第6章、枕という最も個人的な医療器具の科学。枕の下に手を入れて寝る人の多くが口にする言葉があります。枕が低くてちょうどいい高さにならないから。この直感は実は医学的に正しいのです。人間の頸椎、首の骨は横から見ると緩やかな C 字カーブを描いています。この頸椎の前腕は頭の重さを効率的に支え、脊髄や神経への負担を最小化するための進化的設計です。日本整形外科学会の推奨では、仰向けで寝た時、頸椎が自然なカーブを保てる高さ、具体的には首の角度が床に対して約15度になる状態が理想的とされています。枕が低すぎると頭が後ろに倒れ、首の前側の筋肉が緊張します。また横向き寝の際に肩幅分の高さが足りず、首が横に折れ曲がる形になります。逆に枕が高すぎると首が前に曲がりすぎて気道が圧迫され、いびきや睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まります。この不快感を解消するために脳は無意識に詰め物を探します。そして最も手近にある詰め物があなたの手なのです。手を枕の下に入れることで数センチメートルの高さを稼ぎ、首の角度を調整しようとする。これは身体の防衛反応としては正しいのですが、長期的には手首と肩を破壊する悪魔の取引です。ドイツの睡眠研究センターの実験では、枕の高さを自分に合ったものに調整しただけで起床時の首の痛みが 68% 減少したという結果が報告されています。枕はあなたの人生の3分の1の時間を支える最も身近な医療器具です。適当に選び続けるにはあまりにも影響が大きすぎる存在なのです。第7章、今夜から変わる実践的改善法。ここまで問題を理解してきました。ではどうすれば改善できるのでしょうか。今夜から実践できる科学的根拠に基づいた段階的アプローチをご紹介します。ステップ1、まずは気づくこと。最初にやるべきことは無理に治そうとすることではありません。今自分がどれくらいの頻度で枕の下に手を入れているのか記録することです。1週間だけでいいので、起きた時に手の位置をメモしてください。右手が枕の下、左腕が頭の下、両手が胸の前など具体的に書き残します。この記録を取るだけであなたの身体は無意識のうちに観察されていることを感じ始め、少しずつ行動が変わり始めます。ステップ2、タオル枕による段階的調整。いきなり高価な枕を買う必要はありません。バスタオルを使ったタオル枕で最適な高さを探りましょう。バスタオルを縦に2つ折りにし、さらに3つ折りにします。これを現在の枕の上に置き、高さを調整します。仰向けに寝た時、目線が真上よりやや下、足元の方を向いているのが理想です。特に横向き寝が多い人は肩幅の分だけ高さを出す必要があります。手が入り込む隙間がない状態を作ることが重要です。適切な高さの枕を使えば手を入れる必要がなくなり、自然と腕は体の横や胸の上に落ち着くようになります。ステップ3、抱き枕の導入。代替行動の提供。そこで抱き枕という代替物を提供します。抱き枕を抱きしめることで腕の位置が安定し、胸郭が広がって呼吸が深くなります。また何かに触れているという触覚刺激が安心感をもたらし、オキシトシンの分泌を促進します。手首や腕への負担を分散させながら心理的な満足感も得られる優れたツールです。ステップ4、就寝前の筋弛緩法。身体の緊張を能動的に解くトレーニングを取り入れます。ベッドに入ったらまず手に思い切り力を入れ、拳を握りしめます。5秒間キープした後、一気に力を抜きます。これを肩、首、顔、足と順番に行っていきます。緊張と弛緩の感覚を脳に教え込むことで、無意識の筋肉の緊張を解き、スムーズな入眠を促します。身体がリラックスすれば、防御姿勢を取る必要性が減少し、自然な寝相へと移行しやすくなります。第8章、心理的安全感の再構築テクニック。物理的な環境を整えても、根本的な不安が解消されなければ、またすぐに元の習慣に戻ってしまいます。心の奥底にある安心感の欠如に対処する必要があります。テクニック1、睡眠前の安全確認儀式。寝る前に部屋を一周してここは安全だと声に出して確認してください。ドアの鍵、窓の施錠、火の元、一つ一つを確認しながら大丈夫と唱えます。これは脅迫的行動ではありません。意識的に安全を確認することで
無意識の警戒システムに今夜は安全だから休んでいいというメッセージを送るのです。テクニックに書き出しによる脳内メモリの解放。寝る前にその日あった嫌なこと、不安なこと、明日やるべきことをすべて紙に書き出します。このジャーナリングは研究でストレス軽減と睡眠の質向上に優位な効果があることが実証されています。紙に書き出すことで脳は情報は外部に保存されたと認識し、記憶を反芻する作業から解放されます。頭の中のノイズが減れば警戒レベルが下がり、防御姿勢を取る必要がなくなります。テクニック3、セルフコンパッションの実践。自分自身に対して親友に接するような優しさを持つことです。今日もよく頑張ったね、不安でも大丈夫だよと心の中で自分に語りかけます。もし枕の下に手を入れてしまったとしても自分を責めないでください。ああ、今日はそれだけ安心したかったんだなと、その欲求を認めてあげてください。自己否定は新たなストレスを生み、悪循環を加速させます。自己需要こそが最強のリラックス剤なのです。テクニック4、寝室環境の最適化。寝室は眠るためだけの場所です。仕事の資料、スマートフォン、パソコンを持ち込まないでください。これらは脳に戦闘モードを想起させるトリガーとなります。照明を暖色系の暗いものにし、リラックスできる香りを漂わせ、肌触りの良い寝具を用意する。五感すべてにここは安全だというメッセージを送る環境を作ってください。第9章、年代別体質別カスタマイズ戦略。枕の下に手を入れる習慣の改善は、年齢や体質によって最適なアプローチが大きく異なります。画一的な方法では効果が限定的になってしまうため、あなたの状況に合わせたカスタマイズ戦略が必要です。20代から30代ストレス多発期の対処法。この世代の特徴は、キャリア形成、人間関係の構築、経済的自立という人生の重要な転換期にあることです。仕事のプレッシャー、恋愛や結婚への不安、将来への漠然とした恐れなど、多方面からのストレスが集中します。この年代で枕の下に手を入れて寝る人の約8割は、身体的な問題よりも考えすぎが主要因です。ベッドに入っても脳の活動が止まらず、明日のプレゼンテーション、上司との面談、SNS での人間関係など、思考が延々と続きます。推奨される対策の第一はデジタルデトックスです。就寝90分前からスマートフォンを別室に置き、ブルーライトを完全に遮断してください。スマホの通知音や光は、脳の警戒システムを常時オンにし続ける最悪のトリガーとなります。また、簡単なジャーナリングを導入してください。寝る前に3行だけ、その日あった出来事と感じた感情を紙に書き出します。これにより頭の中の情報渋滞が解消され、脳の警戒レベルが自然に下がります。枕については、若いからと安価な薄い枕を使い続けるのは危険です。頭が沈み込みすぎて首が不自然な角度になり、手で補正しようとする反応が起きます。適度な反発力のあるタオル枕から始めて、自分に合った高さを見つけてください。40代から50代、身体変化適応期の戦略。この世代では、筋肉量の減少、関節の柔軟性低下、ホルモンバランスの変化が顕著になります。特に女性は更年期に入ると、エストロゲンの減少により睡眠の質が大幅に低下し、不安感も増大します。この年代に最も効果的なのは枕のダブル使い戦略です。頭用の枕と膝の下に置く枕の2つを使用します。仰向けの場合、膝元の枕により腰への負担が軽減され、全身がリラックスしやすくなります。横向きの場合は、両膝の間に枕を挟むことで骨盤の安定性が増し、手で支える必要性が減少します。また、肩や首の筋肉が硬くなっている場合が多いため、就寝前の軽いストレッチが極めて効果的です。特に肩甲骨周りをほぐすことで、腕を自然な位置に置きやすくなります。この世代では、枕とマットレスへの投資価値が最も高くなります。60代以降、安全性最優先期の配慮。高齢期では、睡眠の質よりも安全性を最優先すべきです。血行不良、関節痛の慢性化、神経の圧迫耐性低下など、長時間の不適切な姿勢が深刻なダメージにつながりやすくなります。この年代で枕の下に手を入れて寝る人は、実はバランス感覚の低下が原因であることが多いのです。体の位置感覚が鈍くなり、無意識に支えを求めて手を使っているケースです。推奨される対策は、低反発枕の導入と寝室環境の徹底的な安全化です。低反発素材は頭の形に合わせて沈み込むため、手で調整する必要性が減ります。また、ベッドの高さを見直し、足がしっかり床につく高さに調整してください。夜中のトイレ時の転倒リスクを最小化することが心理的安心感につながり、警戒レベルの低下をもたらします。体質別の特別対策。冷え性の人は手が冷たくなるのを防ぐために無意識に枕の下、暖かい場所に手を入れる傾向があります。この場合、手首まで覆うアームウォーマーの使用や湯たんぽでの事前加温が効果的です。逆に暑がりの人は
手のひらから熱を放散しようとして布団の外に出す傾向がありますが、枕が低いとやはり手を入れてしまいます。通気性の良い枕素材、タイプやそば柄などを選ぶことで改善が見込めます。第10章、専門家に相談すべき危険サイン。枕の下に手を入れる習慣の多くは、生活習慣の改善で対処できます。しかし、以下のような症状がある場合は、自己対処ではなく、専門家への相談が必要です。これらは、単なる寝相の問題を超えて、深刻な疾患が隠れている可能性があります。危険サイン1、朝起きた時の激しいしびれが持続する。手や腕のしびれが、起床後30分以上続く場合は要注意です。これは神経圧迫が深刻なレベルに達している可能性があります。特に、物を落としやすくなった、ボタンがかけにくくなった、ペンが握りづらくなったなどの運動機能、低下が伴う場合は、整形外科を緊急受診してください。手根管症候群や頸椎椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群など、治療が必要な疾患が隠れている可能性があります。放置すると、神経の不可逆的なダメージにつながり、回復に数年を要することもあります。危険サインに、睡眠時間は十分なのに日中の強い眠気、7から8時間眠っているにもかかわらず、日中に我慢できないほどの眠気に襲われる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。枕が合わずに気道が圧迫されている、あるいは肥満により気道が狭くなっているなど、呼吸の問題が隠れているかもしれません。睡眠時無呼吸症候群は、高血圧、心筋梗塞、脳卒中のリスクを大幅に高める危険な疾患です。睡眠外来や呼吸器内科での精密検査 PSG 検査が必要です。危険サイン3、不安感が日常生活に支障をきたす。夜が怖い、眠ることが不安という感情が強く、日常生活に支障をきたしている場合、不安障害やパニック障害の可能性があります。枕の下に手を入れる行為が、単なる習慣を超えて儀式化している場合も注意が必要です。この姿勢でないと絶対に眠れないという強迫的な思考がある場合は、心療内科や精神科への相談を検討してください。認知行動療法や必要に応じた薬物療法により、根本的な不安の原因に対処することが可能です。危険サイン4、肩や首の激しい痛みが続く。起床時の肩こりや首の痛みが日中も続き、鎮痛剤を常用するレベルになっている場合は、整形外科での診察が必要です。頸椎症、頸腱腕症候群、胸郭出口症候群など、専門的な治療が必要な疾患が隠れている可能性があります。相談先の選び方、身体的な症状、しびれ、痛み、運動障害がある場合は、まず整形外科へ。睡眠の質や呼吸の問題がある場合は、睡眠外来や呼吸器内科へ。心理的な不安や強迫的な行動がある場合は、心療内科や精神科へ。恥ずかしがる必要はありません。専門家は、あなたと同じ悩みを持つ何百人もの患者を見てきています。早期発見、早期治療が、あなたの人生の質を守る最善の方法なのです。最終章、小さな習慣が人生を変える理由。この30分間、私たちは枕の下に手を入れて寝るという、あまりにも些細に見える習慣を神経生理学、進化心理学、睡眠医学、整形外科学という多角的な視点から分析してきました。たかが寝相、されど寝相。この小さな無意識の行動は、あなたの身体の状態、心の叫び、そして人生の質そのものを映し出す鏡でした。あなたが枕の下から手を引き抜き、体の横に自然に置けるようになったとき、それは単に寝相が良くなっただけではありません。それは、あなたの脳がここは安全だと認識できた証拠です。それは、あなたが自分自身を許し、受け入れることができた証拠です。そしてそれは、あなたが戦いの時間を終えて、真の休息を手に入れた証拠なのです。睡眠は、人生の3分の1を占める大切な時間です。その膨大な時間を、不安と緊張の中で過ごすのか、それとも深い安心と回復の中で過ごすのか。その違いは、残りの3分の2である起きている時間の質を劇的に変えます。今夜から始まる新しい物語。今夜、あなたがベッドに入るとき、少しだけ意識してみてください。手はどこにありますか？首や肩に力は入っていませんか？呼吸は深く、ゆっくりとできていますか？もし手が枕の下に入っていたとしても、自分を責めないでください。ああ、今日は安心したかったんだな、一日よく頑張ったなと、その欲求を優しく認めてあげてください。そして、タオルを1枚用意して、枕の高さを少しだけ調整してみてください。抱き枕を抱きしめてみてください。寝る前に、今日あった良いことを3つ、紙に書き出してみてください。小さな一歩です。しかし、その小さな一歩が、明日の朝のあなたを少しだけ変えます。1週間続ければ、あなたの睡眠の質が変わります。1ヶ月続ければ、あなたの心の状態が変わります。1年続ければ、あなたの人生そのものが変わります。エンディング。今夜から始まる新しい眠り。この動画を最後まで視聴してくださり、
本当にありがとうございました。枕の下に手を入れて寝るという、誰にも相談できなかった小さな悩み、その背後に隠された深い心理的生理学的な意味を今日あなたは理解しました。もし今夜ベッドに入ってふと気づいたら手が枕の下にあったとしても、どうか自分を責めないでください。ああ、今日も一日頑張ったんだな、少し安心したいんだなと優しく認めてあげてください。そしてそっと手を外して深呼吸を一つしてみてください。その小さな優しさの積み重ねがいつか必ずあなたを深い安らぎの眠りへと導いてくれるはずです。もしこの動画が自分のことだ、知らなかったと感じていただけたなら、ぜひ高評価ボタンを押してください。そして同じ悩みを持つかもしれない大切な人にこの情報をシェアしてください。コメント欄では今夜から試してみたこと、枕を変えてどんな変化があったか、あなたの寝相と心の状態の関係をぜひ教えてください。あなたの一つの報告が誰かの睡眠を改善するきっかけになるかもしれません。このチャンネルでは今後も誰も教えてくれないけれど知らないと損をする睡眠と健康の知識をお届けしていきます。次回はいびきをかく人の本当の危険性、横向きでしか寝られない人の心理状態など、さらに深い睡眠の秘密を解き明かしていく予定です。チャンネル登録をしてあなたの睡眠の質を守る情報を継続的に受け取ってください。睡眠は人生で最も重要な投資です。その投資を正しく行うことであなたの人生の質は劇的に向上します。今夜あなたが心からの安心に包まれて深く安らかに眠れることを心から願っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。